こんばんは。ゴールデンウィークも明けてしまいましたが、皆さんいかがお過ごしですか？ちゃんと眠れてるかな？ご飯食べられてるかな？今日はお久しぶりにね、ビデオポッドキャスト形式でお送りしたいと思います。ホギーウェンズデーになってからこれまでに2回こういうラジオ形式の動画を撮っていて、第1回目では長年の悩みを聞いてくれるというタイトルで、私は話がつまらない、面白い話ができないっていう悩みをただただ吐露していたり、第2回目では完璧主義を手放して不完全な自分を愛してみるというタイトルで、常に優しい人でありたいという理想像があるにもかかわらず、時々ね、その理想からかけ離れた自分が現れて、そんな自分がすごく嫌いだったけど、人間はね 100% の善人にはきっとなれないから、自分のね影の部分も認めて受け入れて丸ごと愛してみようというようなお話をしてきました。そんな感じでね、こういうラジオ形式の動画の日は私の内面のお話だったり、普段一人でねじっくり考えていることとかの私の思考を皆さんに共有するという時間にできればと思っております。お料理だったりメイクだったり趣味の時間だったり、何か作業をしながら聞いていただくのもいいですし、あとはただぼーっとね流していただけるのも嬉しいです。皆さんのお好きな形でね聞いていただけたらと思います。はい、ということで今日は最近私の中で新たな気づきを得ることができたシンデレラの勇気と優しさを読み解くというテーマでお話ししていきます。小さい頃に見ていたアニメ映画版のシンデレラももちろん好きなんですけど、2015年に公開されたリリー・ジェームズさん主演の実写版のシンデレラがね、私はものすごく大好きで、ちなみにねちょっと余談なんだけど、映画ハリー・ポッターと秘密の部屋でギルデロイ・ロックハート先生を演じていたケネス・ブラナーという俳優さんが実写版シンデレラの監督をされています。すごいよね、俳優も監督もやる方なんだね。はい、でね、昨年上げた Q&A の動画でも少しお話ししているんですが、その実写版シンデレラの中でとっても好きなセリフがあるんです。それがシンデレラの実のお母さんが亡くなる前にシンデレラに残した勇気と優しさを忘れないでという言葉で、ストーリーの内容とともにね、なぜかそのセリフがすごく響いてしまって、この実写版シンデレラが私が優しい人でありたいと思い始めたきっかけの一つでもあります。そしてこのね、勇気と優しさを忘れないでという言葉がもうずっとね何年も私の座右の銘の一つになっているんです。そんな風にね座右の銘にするくらい強く心に残った言葉なんですが、最近ようやくねその言葉の意味をちゃんとっていうかより深く理解できた気がして、この気づきを冷めないうちに、新鮮なうちに皆さんに話しておきたいと思ったので、今日はラジオを撮ろうとなりました。私はもともとね、この勇気と優しさを忘れないでという言葉を、優しさを差し伸べるには勇気が必要だから常にどちらも持っておこうねという意味として解釈をしていました。
例えば自分が電車に座っていて席が必要そうな人がいたら譲ってみたり、街で見かけた困ってそうな人に声をかけてみたり、そういうね、自分の中の一種の優しさが元になった行動を起こすにもやっぱり勇気が必要じゃないですか。だからね、シンデレラのお母さんが残した言葉はそういう意味なのかなって自分なりに理解していたつもりだったんですね。もちろんこれも間違っているというわけではないと思います。でもシンデレラのお母さんがわざわざ2つをセットにすることで伝えたかった勇気と優しさ、シンデレラという作品全体を通して伝えたい勇気と優しさってそういうことだけじゃないのかもって最近改めて考え直して、冒頭でもお話しした通り、私はシンデレラの影響もあって優しい人でありたいっていう目標を掲げて日々生きているんですが、やっぱりね、ただ優しいだけでは時には悪意にさらされたり、人に軽んじられたり、あるいはね、多方面の感情を気にして優柔不断になって大事な場面で決めきれないみたいな人になってしまったり、今の私がねまさにそうで、時々優しさって実は損なんじゃないのかなって考える場面もあったりして、全然頻繁にあるわけじゃないですよ。本当に時々たまになんですけど、本当にこれでいいのかなって、これは正しいのかなみたいに悩むこともあったんだけど、こういう思考にねそもそも陥ってしまうのってシンデレラのお母さんが言っていた勇気が私には欠けているからなのかもなって最近ようやく気づくことができたんです。今置かれている現状を受け入れて、なるべく荒波を立てずに人の神経を逆なでずに生きていたいっていう事なかれ主義みたいな性質が私にはあって、それがね私の中の勇気を育むことを妨害している気がして、思い返すと確かにね、シンデレラがもしただ優しいだけのいい子だったらどうしようもない現状を受け入れて自己犠牲を払って虐げてくるママ母やお姉さんたちに尽くし続けて、もうまさに灰かぶり姫のまま生涯をね終えることになっていたかもしれないですよね。でもシンデレラには納得のできない現状を打破する勇気があった。ママ母の命令に逆らってでも自分の価値や未来を信じて行動して舞踏会へ向かう勇気があった。不当な扱いに屈することなく立ち向かう勇気があった。そしてね、もちろんそんな勇気だけじゃなくて、この冒頭で狩られそうになっている鹿を逃がしてあげてたり、屋敷の使用人たちにも本当に分け隔てなく親切に接していたり、あとはね、こんな意地悪なママ母とかお姉さんたちに対しても穏やかに接してたり、老婆の姿をしたフェアリーゴッドマザーにミルクを恵んであげたりといったね、数えきれない優しさ、随所に現れる優しさもしっかり持ち合わせているんですよね。だからこそシンデレラは最終的に幸せを手に入れることができたんだろうなって最近になってようやく気づくことができました。小さい頃からね、シンデレラに対しては
優しくてかわいそうでか弱い子というイメージを漠然と持ち続けていたというか、もうそういうフィルター、色眼鏡を通してシンデレラを見てしまっていたんですけど、改めて全部リセットして考え直してみると、シンデレラってもちろん控えめな部分はあっても、芯が一本ぐっとしっかり通った強い女性なんですよね。優しさだけではどんどん自分を消耗してしまうし、勇気だけでは強引さが前に出て、協調性だったり共感力に欠ける人になってしまうかもしれない。でもこの2つが常に共存することで、本当の優しさだったり本当の勇気が成立するんだなと。常にね、この2つはセットでなければならないということを、勇気と優しさを忘れないでという言葉を通してシンデレラのお母さんは伝えたかったのかなと、私なりにですけど、新たに解釈を深めることができました。これが 100% 正解なのかどうかはもう全然わからないんだけどね。今回得た気づきをね、ちゃんとこれからの自分の人生に反映していきたいんです。勇気を持った優しい人になりたいっていう新たな目標ができました。その勇気を育むのってすごく難しいことだなって感じているので、いきなりね、じゃあ明日から勇気を持ちましょう、嫌だと感じたらノーと言いましょうって切り替えるのは無理だと思うんですが、ここだけは譲れないっていう感覚をまず自分の中で明確にして、そしてその感覚を大切にして、誰かに立ち向かっていくぞ、戦うぞっていう感じではなくって、いざという時に自分自身の信念を守れるというような形で勇気を育んでいけたらいいのかなと思っています。私はこう思ってます、私はこんな信念を持ってますって声に出して主張したいっていうわけではなくって、まさにね、シンデレラがそうだったように、静かに控えめに、でも自分の揺るがない軸は持ち続けていきたいですね。穏やかだけど折れない、柔らかいけど流されないみたいな、表面は穏やかなまま、でも内側では踏ん張っているといったカモとか白鳥の水かきみたいな人物像をね、これから目指していけたらいいなというお話でした。はい、今日とって私の話したかったことがしっかり皆さんに伝わっているのか、分かりづらくなかったかってとっても不安ではありますが、ここまで聞いてくださってありがとうございます。優しさと勇気は2つで1つなんだなっていうことを自分の中ではね、結構深く理解ができたので、あとはそれをもとに私という人物をなるべく理想に近づけていけるように鍛錬していきたいなと感じました。皆さんもね、人生において影響を受けている作品だったり言葉だったりがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。お待ちしております。本日も最後まで見て聞いてくださってありがとうございました。また次の水曜日の21時にこのチャンネルで待ち合わせをしましょう。それでは皆さん、おやすみなさい。
いい夢を。バイバーイ。